一つのポイントとして、もやしのこの芽の部分と下の部分ね、この部分でちょっと色が変わってる部分。これをね、少しこの手間なんですけども、取ってあげることによって、すごくね、口触りがね、良くなりますんで、もやしっていうのは結構ね、癖、香りがありますので、ちょっとね、それを和らげるために、白ネギの、頭の部分ですね。それと日本酒。はい。この中にね、このネギの香りをね、こう移していきますね。はい。で、これもね、ボイルするっていう感覚じゃなくてね、もやしを温めるっていう感覚ですね。はい。これね。皆さんこんにちは。本日は大阪新町にお店を構える中華料理中華空心の大沢シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日ご紹介していただくレシピは究極のもやし炒めです。短時間でさっとできるもやし炒めをご紹介していただきます。レシピの分量は下の動画の概要欄に記載してましたので、そちらをご覧ください。では早速始めていきましょう。材料もすごくシンプルなんですけども、少し手間をかけてあげることによってすごくシャキシャキっと美味しいもやし炒めができると思いますので、ぜひ一度試していただけたらなと思います。もちろんもやし炒めの時はもやしですね。でここの一つのポイントとして、もやしのこの芽の部分と下の部分ね、この部分でちょっと色が変わってる部分、これをね、少しこの手間なんですけども取ってあげることによってすごくね、口触りがね、良くなりますんで、この手間をかけると全然違います。それでもうだいぶ変わるんですね。でもね、この手間が本当に大事ですね。でね、ちょっとね、色が変わらないようにね、炭につけております。それとパクチーの茎の部分ですね。もやしなんでニラとか入れても美味しいんですけども、ニラですとね、せっかくのもやしの香りがね、強くなっちゃいますので、ちょっと今日はパクチーの茎の部分使いたいなと思います。それとね、今日はもやしをね、炒める前にさっとボイルしたいと思うんですけども、もやしっていうのは結構ね、癖、香りがありますので、ちょっとね、それを和らげるために、白ネギの、頭の部分ですね。それと日本酒。はい。この中にね、このネギの香りをね、こう移していきますね。潰すような感覚ですね。このお酒の中にこのネギの香りを移していきます。はい、こういう感じでね、しっかりと香りが移りました。それとニンニクですね。ニンニクはスライスですね。たっぷりのお湯ですね。たっぷりのお湯。皆さんね、お家でされるときはね、このフライパンにね、もやしを直接入れて炒めていくんですけども、どうしてもね、そうするとこの下と上の部分が火の通りが違ってきちゃいますので、下は火を通ってて、下から水が出てきちゃって、なんかだんベタベタの野菜炒めになってしまいますので、このね、お湯でさっとボイルするっていうのがね、一つのポイントですね。なるほど。で、お湯の中にお塩ですね、お塩。ちょっとね、たっぷりめにいきましょう。お塩、大さじ2ぐらいですかね。で、お砂糖も大さじ1ぐらい。で、そこに先ほどのネギですね。ネギのお酒。ネギのお酒ですね。ね、香りよく。で、そこにサラダ油ですね。一回し。で、よく沸騰する感じですね。で、お湯が沸いてきましたら、もやしですね。で、これもね、ボイルするっていう感覚じゃなくてね、もやしを温めるっていう感覚ですね。もうこれで十分ですね。もう本当にさっとさっと時間で。すごいね、フライパンにですね、サラダ油大さじ1ぐらいかな。ではね、油の冷たいところにニンニクですね。ニンニク。ここにアンチョビですね。アンチョビも。じゃあここでね、ゆっくりとね、香りが出るまで炒めていきましょう。
ですね、アンチョビのね、いい香りがしてまいりました。はい。でもここからはね、もう一瞬なんでね。はい。はい、じゃあね、いい香りがしてきましたので、ここに先ほど温めたもやし。で、ここにね、強火にしてください。はい。サッとやっちゃう感じそうですね、もう和えるっていう感じですね。はい。で、そこに塩だれですね。で、水溶き片栗粉。ちょっと混ぜて。そうですね、ちょっとここで混ぜて。それも出来上がりですね。はい。本当にさっと和えましたね。はい、もう本当にフライパンの中で和えるっていう感じですね。はい。本当にね、もうシャキシャキで。鍋見てもらったら分かる、こう水分がね、無駄な水分がね、一切出てないですね。そうですね。はい。ね、本当に簡単なんですけども、少しのポイントでね、すごく美味しいもやし炒めできました。で、大沢シェフ流の究極のもやし炒め、完成です。はい、それではもやし炒めをいただきたいと思います。これ聞こえてるかわかんないですけど、シャキシャキ感がたまらなくしますね。これもこのパクチーとの組み合わせ、コンビネーションもとっても美味しいです。ありがとうございます。はい。やっぱりこのもやしの芽を取るのもちょっと一手間ですけども、このシャキシャキにつながる。そうですね、口当たりがね、全然違うと思いますので、この手間がね、大事なので、一度ぜひ試していただけたらなと思います。そうですね、これは一ついいことを覚えたなと思います。大沢シェフと本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!